マイクロエースの72分の1スケール三菱仮型通信連絡機神風号の仮組みを行います。神風号ってあの有名な飛行機よね。そうそう、1937年朝日新聞社が始動して計画したアジア・ヨーロッパ連絡飛行を成し遂げた機体なのだ。確か東京からロンドンまで当時としては長い距離を飛んだんですよね。今みたいに航路や設備が整ってない時代にそれをやってのけたチャレンジ精神がすごいのだ。しかも逆風の多いルートだったって聞いたけど。そうそう、当時は西に向かう飛行は偏西風の影響を受けて非常に困難だったのだ。フランスや他の国も挑戦したけど失敗が多かったみたい。そんな中で神風号は1937年4月6日東京立川飛行場を離陸して台北、ハノイ、ビエンチャン、カルカッタ、カラチ、バスラ、バグダッド、アテネ、ローマ、パリ、そして4月9日にロンドンに到着したのだ。壮大なルート、距離はどれくらいなの15,357キロ、飛行時間は94時間17分56秒、給油や仮眠を除いた純粋な飛行時間は51時間19分23秒だったのだ。今でも驚くけど当時としてはまさに偉業だわ。そうそう、まさに歴史的快挙だったのだ。ところでなんで朝日新聞がそんな大プロジェクトを？表向きは日本の航空技術を世界に示すっていう技術 PR だけど、実際は朝日新聞のブランド向上と販売促進というしっかりとしたビジネス戦略でもあったのだ。なるほどね。企業の広報戦略としてもかなり先進的だったわけだ。欧州の新聞でも一面報道され、ロンドンでは盛大な歓迎を受けたらしい。広告効果は絶大だったのだ。で、その神風号って特別に設計された機体なの？実はそうじゃなくて、陸軍が開発中だった97式司令部偵察機の試作2号機をベースにしてるのだ。なるほど、97指定がベースだったのね。違いはあるの？非武装の民間仕様でキャノピーがちょっと低くなってるのが外観の違い。胴体側面の偵察用窓も一部神風号にはないみたい。ほぼそのまま流用したみたいね。ちなみにこの神風号のキットですが、両機の朝風号のマーキングもついてるみたい。朝風号？朝日新聞社には神風号の他に朝風号ってのもあったみたい。塗装はほぼ同じね。この朝風号は神風号が戻ってくる際に大阪と東京間をエスコートしたとか。姉妹機みたいなものね。その他にも航風号ってのも後に作られたみたい。どんどん増えてくわね。ちなみにキットの初出はいつ頃？1976年に LS から発売されたのが最初なのだ。神風号だけでなく97指定1型、97指定2型、そして海軍仕様の98陸艇12型まで展開されてたのだ。海軍型もあるんですね。当初は随成エンジンを積んだ11型だったけど、後に栄エンジンに換装された12型が採用されたみたい。LS のキットはこの12型を再現してるのだ。面白いラインナップですね。他メーカーからの展開もあるのだ。72分の1スケールでまとめてくれると助かるわ。最初は1973年にマニアホビーから神風号と97指定1型を出したのだ。マニアホビー製って今ではなかなかお目にかかれないわよね。その後1978年にその金型が長谷川に移管され97指定として再登場。復刻してくれるのはありがたいですね。 LS の方は1995年頃にアリーへ金型が移り、ラインナップをそのまま継承して再販されたのだ。その後アリーブランドが消えてマイクロエースに変わったのね。そうなのだ。そして2007年には長谷川が限定でカール仕様で神風号を発売。なるほど。つまり LS 系とマニアホビー系2系統の神風号キットが存在するってことね。その通りなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。今回は LS のパッケージとなるのだ。ふむふむ。パッケージイラストは砂漠の上を飛行中の神風号なのだ。中東周辺を飛行中の様子かしら。箱の中身はシルバーのランナー4枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。当然ながら神風号とその両機となる朝風号なのだ。なるほど。部品点数は全部で53点。
72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数はそこそこありますね。それではマイクロエースの72分の1スケール三菱仮型通信連絡機神風棒の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床と座席が2つに操縦桿なのだ。ケーキパネルは後からつけるのね。ケーキはモールド表現となるのだ。パイロットがついてますね。2名ついています。次はエンジンですね。エンジンはプロペラを含め全部で6パーツ構成。プロペラをエンジンに挿して軸受けをつける。排気管もつけるわけね。そうなのだ。次はカウリングかしら。カウリングは2パーツ構成。先ほどのエンジンを挟むように接着なのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。最初に窓用のクリアパーツを仕込む。左右2箇所ずつね。できたならば操縦席を挟み込んで接着なのだ。この時に床下の窓パーツも組み込むのだ。機種部分も作るわけね。機種は左右分割の2パーツ構成。胴体に接着するのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなります。はっきりとしたモールドなのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなります。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席の開閉選択ができない。窓枠が多くてマスキングが大変そうね。市販のマスキングシートを買うといいのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとスパッツの構成ね。そうなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けね。最後は細かいパーツなのだ。左主翼にライトを取り付けて、さらに気筒管も取り付ける。胴体上にアンテナも取り付けね。では終わりに総評なのだ。今回はマイクロエースの72分の1スケール三菱仮型通信連絡機神風棒の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみた感想はどうでしたか。組み立てはシンプルでストレスなく進められたのだ。パーツ数も多すぎず全体のまとまりが良くて満足度の高いキットだったのだ。パーツの合いはどうでした。精度が高くほとんど隙間も出なかったのだ。この時代のキットにしては驚くほど良好だったのだ。操縦席はシンプルでしたね。座席やケーキ板は入っているけど細部描写は控えめ。でも透明キャノピー越しに見える範囲なら十分だと思うのだ。今回は LS 版を使いましたが現行品だとどうなんでしょう。ネットでの評判を見ると現行品はパーツ表面が少しなし地っぽくなっているとか。なるほど。クリアパーツは磨いてあげた方が仕上がりが良くなりそうね。まとめると古いながらも非常に優れた金型で今でも組み立てて安さと質感を両立できる両キットと言えるのだ。下処理や仕上げを丁寧にすればさらに美しい作品になるってことね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。